最近部下が全然謝らないんですよ。こっちとしては謝罪を求めたい気持ちはあるんですよ。でも強く言うとパワハラになりそうで怖いじゃないですか。でもね、ミスをしてるのはあっちなのに、全然ね、悪気がないように見えるんですよ。僕らがね、若い時っていうのは謝るのが普通だったんですよ。でもね、最近の若い人っていうのは考え方が変わったみたいな感じでね、もうよくわかんないんですよね。こういう場合どうやって対処していけばいいんでしょうかね。どうですか？皆さんの周りにもそういう方いらっしゃらないですかね。最近の若い人ってあんまり謝らないよなとか、なんか反省してる感じに見えないんだよなとか、そんな風に思った経験ないでしょうか？ここで思い出してみてください。私たちって小さい頃から普段の生活の中で謝ってきましたよね。間違えたらすみませんって言いますし、そもそも間違えていなくても口癖みたいにすいませんっていう風に言っちゃったりしますよね。これは日本人特有かもしれませんよね。で、この日本ではすみませんっていう言葉が潤滑油みたいな役割を果たしているんですよね。だから別に悪くなくてもすみませんって言っちゃったりするわけです。しかし最近の若い方に対してはこの謝るという行為に変化が起きているということなんですね。そこで今回はこの榎本博明さんが執筆した絶対に謝らない人を取り上げていました。ポイントはこの3つです。1つ目、なぜ謝らない人が増えたのか。2つ目、そもそも謝るとは何か。3つ目、謝らない人とどう向き合うべきか。この動画を見終わった頃には、なんであいつ謝らないんだよとイライラしてしまう自分とおさらばできるかもしれません。それではなぜ謝らない人が増えてきたのでしょうか。まず一つ目の大きな要因がグローバル化です。最近は SNS などでいろんな情報を見られるようになってきましたよね。海外の動画とかもいろいろ見られます。その中で欧米流の感受性を真似しようとする人が増えているということなんですね。で、こういう動画を見てると欧米の人ってあんまり謝ることが少ないんですよね。で、これを見てしまう若者が単にそれを真似してしまうから謝らないという現象が起きているということなんです。でもこの欧米人の方って謝らないのにちゃんと理由があるんですよね。それはなぜかというと、欧米では謝罪をしてしまうと自分に非があるということを認めてしまって許されるどころかですね、責任の追及が厳しくなってしまうということなんです。だから謝らないということなんですね。一方でどうでしょう。日本では会社でミスして謝ったからといってその後さらに責められてどんどん責任が重くなってくるってこと、これよっぽどのことがない限りありませんよね。なのにこの欧米の表面的な文化だけを真似してしまった結果、謝らない人が増えてしまっているということなんだそうです。で、次も SNS の影響です。人気の動画とか、政治関連のコメント欄見たことありますかね。こういうとこ見てると攻撃的なコメントっていうのがめちゃくちゃ多いんですよね。で、最近タレントとか政治家とかが不正をして謝罪動画とかをたまに出すじゃないですか。で、それをね、コメント欄を見てみるとみんなが批判的なコメントをするんです。で、こういうコメントが世の中に広がってしまったせいで、我々の意識として謝ると攻撃されるんじゃないかっていうことをね、なんとなく恐れてしまっている人が増えているということなんです。これは若者だけではなくて、もしかしたら幅広い世代でそういう傾向があるかもしれません。そもそもなんで攻撃的な人が増えたのかっていうところなんですが、これは心理学者のダラートという人が調査をした結果、欲求不満が生じてくるとそれをね、解消したりとか軽減するために攻撃的行動を引き起こしてしまうということなんですね。で、今の世の中って混沌としているせいでストレスとか不安とかを抱えている人当然今多いですよね。で、そんな中でこの欲求不満のはけ口となっているのがこのコメント欄になっているという、そんな背景もあるかもしれませんよね。で、3つ目の要因は共感力の欠如です。これは相手がどう感じているかを理解できないので、今相手が不満に思っているのかな、どうしてほしいのかなってことを推測する力が弱いということなんですね。これはいわゆる IQ ではなくて EQ というものの能力がちょっと低いということなんです。で、この共感力がないっていう方をですね、仮に部下とか上司とかに持ってしまうと、これ結構たちが悪いということなんですね。4つ目の要因が認知の仕方の違いです。これは自分が怒られていること自体に気づけないから反省のしようがないということなんです。例えば上司から指摘された時に、そういう方はこういうふうに感じるんです。今怒ってたんですか？
ただ必要な知識を教えてもらっただけじゃないですか。だって給料の高い上司が僕に教えるのは当たり前じゃないですか。なんで自分が謝らなきゃいけないんですかというふうに思ってしまうという、要するに謝らないことに全く悪気がないということなんですね。でこういう認知をしている人は少なからず増えているかもしれません。でひろゆきもね、アベマ TV で同じような謝らない人が今増えてるっていうことについてディスカッションしたんですよ。その時に同じようなことをやっぱり言ってたんですね。でこういう動画を見ている若者っていうのは、ひろゆきが言ってるんだからじゃあそうなのかもしれないっていうふうに納得してしまう人もいるというわけで、そういう若者がねどんどん増えてしまっているかもしれませんね。ではそもそも謝るとは何なのでしょうか。なんで謝らないんだというふうに怒るということは、この謝ることにそれだけ重要な意味があるということですよね。でこの謝罪とはどういうものかというとですね、これは誰かを身体的に傷つけたり不快な思いをさせたりとか損害を与えたり負担をかけたりした時に、この被害者との間の心理的な緊張を和らげるための行為なんだということなんですね。そしてこの謝るために必要な要素っていうのもあるんです。例えばこういうものです。その責任は自分にあると認めること、自分の言動を反省すること、被害者の気持ちに共感し理解すること、同じことを二度と繰り返さないと誓うこと、こういった要素が含まれているということなんですね。で実際にこの謝罪に本当に効果があるのかということを真面目に調べた心理学者の方がいるんですよ。この大渕健一さんという方なんですが、この研究で分かったことは、謝罪をすることで被害者の気持ちが寛大になるということが分かったそうですね。皆さんがイメージする通りですよね。でこの謝罪というのは、じゃあ言葉が一番大事なのでしょうか。実はそうとも限らないということなんですね。これ心理学者の水野さんという方が、加害者が行うこの謝罪の言葉と表情のどちらが影響するんだろうということを調べたんです。これ全部で4パターン調べたんですが、最も効果があったのは謝罪の言葉と罪悪感の表情をする、このセットが一番効果があったということなんですが、この次に面白いのが2番目に効果があったもの。これは謝罪の言葉がなくても罪悪感の表情を浮かべていれば反省しているように見えるということなんですね。これ意外だと思いますよね。でも言われてみれば、子供が何も言わずに反省しているような表情とかしてますよね。そういうのって反省してるよな、謝罪をしてるんだなっていうふうに感じることありますよね。なのでそういうことをイメージすると納得できるかもしれません。3番目に謝罪の言葉だけをするけど表情は無表情っていうのが来るわけです。なので、反省の言葉をですね、口で言っても表情、罪悪感の表情が伝わらなければ、これかえって逆効果になってしまうこともあるということなんですね。それではこの謝らない人に対してどのように向き合っていけばいいのでしょうか。でまずその前に大事なのは、謝る対象が誰なのかということなんですね。例えば自分の部下がお客さんに失礼なことをしてしまった時には、これはちゃんと謝らさせなければいけませんよね。会社の利益につながります。で必要であればなぜ謝らなきゃいけないのかってことを丁寧に説明しなければいけないわけです。一方で謝る対象が自分自身である場合は、これ全く話が変わってきます。でここからは自分が対象になった場合にどう向き合えばいいのかっていうポイントを説明していきたいと思います。まず大事なのは、謝らない人に対して期待をしないということなんですね。謝らない人っていうのは、私たちが謝ってほしいなと心の中で思っていても結局謝ってくれることはないんですよ。でもどうでしょう。そうするとイライラしますよね。でこの人がイライラするっていうのは、物事が思うように進まない時なんです。なのでだったら最初から期待をしなければ、そもそも思い通りにいくとかいらないとかそういう話にならないので、イライラもしなくなるということなんです。特に日本人は自分の気持ちを汲み取ってくれるだろうというふうに期待をしがちなんですよ。でここは欧米人と大きな違いかもしれませんよね。なので日本人は欧米人のように自己主張をしないということなんです。でもこういう人がいらっしゃると思います。じゃあちゃんと自己主張して、お前さちゃんと悪いことしたら謝れよって言うべきじゃないのかということなんですが、実はこれはちょっと危険なんです。なぜなら謝らない人っていうのはコンプレックスを抱えている人が多いんですよ。なのでちょっとこういうふうに指摘されただけで自分が否定されたというふうに落ち込んだり、逆に感情的に反発してきたりするわけです。
で、結果として面倒なことになりやすいんですよ。で、ここでこのコンプレックスについてもう少しお話しすると、このベストセラーの嫌われる勇気というので、アドラーは健全な劣等感と劣等コンプレックスっていうのを区別してるんですね。健全な劣等感っていうのは自分の能力面とか人格面で弱点を感じることなんです。で、この劣等コンプレックスっていうのはそれを認められずに弱点から目を背けようとするときに生じるそうなんですね。そしてこの謝らない人っていうのはこの劣等コンプレックスを持ってしまっているんです。そしてこの劣等コンプレックスというのはなかなか改善することが難しいんですよね。なのでこういう謝らない人に注意してもろくなことにはならないということなので、適度な距離を置いて決して深入りしない、これが重要になってくるということなんですね。さらにこの相手の心理メカニズムを理解できるとイライラしなくなります。この謝らない人っていうのは劣等コンプレックスを抱えていて、もろく崩れやすいガラスのプライドを持って必死にそれを守ろうとしているんです。だから謝れないんですね。で、そう考えるとちょっと哀れみに近い気持ちも出てきませんかね。なんか大変だなと、そんなに不安なのかと、生きていくのしんどくないかと、そんな風に思えばむしろ同情すら湧いてくるんじゃないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回はなぜ謝らない人が増えたのか、そもそも謝るとは何か、謝らない人とどう向き合うべきかについてお話ししていきました。はい、部下が全然謝らない、上司がミスをしても全然反省しない、他部署の人が謝らずにイライラする、そんな経験をされている方いらっしゃると思います。そんな時はなんであの人に謝ってほしいと思ってるんだろうというふうに一歩引いて考えてみてください。実はその方が劣等コンプレックスを強く持っていて、このガラスのハートを守るのに必死なのかもしれません。そう思うと少し同情できて気持ちが楽になるはずです。こういうふうに自分の考え方をコントロールする工夫として一つ試してみていただければというふうに思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。